高血圧に悪い食べ物9選。高血圧とは、血液が体内の動脈を押す力が強すぎる状態のことを指しています。そのため、酸素を多く含む血液を全身に送り出すため、体に余分な負荷がかかり、心臓の発作、脳卒中、その他の深刻な健康問題を引き起こす可能性が高くなります。しかし、バランスの取れた食生活を送ることで、血圧を正常な範囲にとどめて、高血圧そのものの発症リスクを減らすことができるということが研究により明らかになっています。カナダの高血圧とその合併症の予防と管理のみを専門とする非営利団体であるハイパーテンションカナダによると、ナトリウムは不健康な血圧をもたらす最大の原因になります。血圧を下げるためにナトリウムの摂取量を1日あたり 2000mg 未満にすることを推奨しています。高血圧に最も悪い食べ物9選。1、外食。外食が美味しいのには理由があります。油や砂糖、特に塩分、化学調味料、アミノ酸がたっぷり使われているからです。ほとんどの外食、特にファーストフードは健康増進を目的に作られたものではなく、できるだけ早く美味しく食べられるように作られたものなのです。そのため、外食は高血圧を引き起こす大きな原因の一つとなっているのです。スマホ一つでファーストフードを簡単に注文できる時代となりましたが、食塩を多く含むこれらの食事は控えましょう。2、お菓子などの加工食品。ポテトチップス、クッキー、これらの加工食品は高血圧プラスその他の疾患の原因として悪い影響を与える食品です。高度に加工された食品には多くの食塩、酸化した油、そして添加物がたっぷり含まれており、中毒性もあります。3、肉、魚類などの加工食品。ハム、ベーコン、サラミ、ソーセージ、ランチョンミート、スモークサーモンなどの加工食品も高血圧に良くない食品です。これらの食品は熟成の過程で食塩を大量に使います。熟成させることでこれらの食品は長期保存が可能になりますが、同時に食塩が非常に多く含まれることになります。4、レトルトのスープ類。スープは野菜たっぷりのヘルシーなメニューと思われがちですが、実は食塩の量が非常に多いメニューです。特に缶詰やインスタントのスープ、ブロスにはその傾向があります。レトルトのスープを選ぶときは減塩ラベルのものを選ぶようにしましょう。5、パン。パンは塩辛いと思わないかもしれませんが、意外にも多くの塩分が含まれています。特に気をつけるべきなのは加工された惣菜パンなどです。加工度の高い惣菜パンはできる限り避けて、食物繊維が豊富な全粒粉で作られたものなど、材料がシンプルなものを選ぶと良いでしょう。6、缶詰類。缶詰は保存のために多くの食塩が含まれている場合があります。野菜の缶詰などはいざという時に便利ですが、普段使いにする場合は減塩や無塩の缶詰を選ぶようにしましょう。G、冷凍食品。冷凍食品も味を良くするために塩分が多く含まれていることが多い食品です。ヘルシーや低カロリーとして販売されている冷凍食品でもナトリウム濃度が高い場合があるので、原材料のラベルをよく確認しましょう。8、漬物類。漬物は長期保存をするために塩分濃度が高い商品の一つです。漬物を購入する際は減塩タイプや天然塩を使用しているものを選ぶなど工夫が必要です。9、調味料。調味料には非常に多くの食塩、さらに砂糖、添加物、化学調味料などが含まれています。ケチャップ、マスタード、サラダドレッシングなどの調味料はついついつけすぎてしまうので、使用量にも十分注意しましょう。まとめ。減塩タイプの調味料を選んで食塩の摂取量を減らすことは、腎臓や動脈の負担を最小限にし、高血圧を防ぐ方法の一つです。塩分の高い食品は
高血圧を発症する一因に過ぎませんが、それらの摂取量を減らすことで高血圧を軽減できることが研究により明らかになっています。いかがでしたでしょうか？ご紹介した9選の中にいつもなんとなく選んでいた食品が含まれていませんでしたか？食塩がたくさん含まれている食品は意外と身近にあるものですね。今回ご紹介した情報があなたの健康に役立てていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。